もしあなたの身内が理不尽な理由で殺されたとしたら、2019年7月18日、京都市伏見区で大規模な放火事件が発生しました。あまりの火の手に逃げ惑う被災者たち、消防でも手をこまねくほど混乱する現場でした。実はこの事件の現場となったのは超有名なアニメ制作会社京都アニメーション。結果的にこの放火により36名の未来あるアニメーターたちの命が奪われました。そんな放火事件を引き起こしたある一人の男。なぜこの男は京都アニメーションに放火する必要があったのか。なんと男の動機はただの勘違いだったんです。戦後最多の被害者を出した京アニ放火事件。その被害の大きさは世界中のアニメファンを絶望に陥れました。果たしてこの事件の放火犯の身勝手すぎる犯行理由とは。おさす、猫飼いたいけど一人暮らしだからちょっとビビってるケンちゃんです。ニャニャニコです。なぜスロー。本日ご紹介するのはですね、アニメ制作会社京都アニメーションで発生した大規模な放火事件についてなんです。今回取り上げるね、この事件はね、比較的ね、アルゴメトリーで取り上げる事件の中でも近年に起こったね、事件なんで、メトラの皆さんもね、結構知ってるんじゃないでしょうか。アニメにね、詳しくないね、メトラのね、皆さんもね、いると思うんで、京都アニメーションがね、どんなアニメ制作会社だったのか、見ていきたいと思います。有料企業京アニ。京アニはおよそ40年前の1981年京都で創業。1985年に法人化したアニメ制作会社としてはかなり老舗に入る企業なんです。2000年代初頭まではいわゆる下請けの仕事が多かったんですが、その状況が一変したのが2006年、京アニとして初めて制作した地上波アニメ鈴宮春日の憂鬱が大ヒット。その後も軽音やフリーといったヒット作を連発。アニメの内容もさることながら、その作画技術の高さがアニメファンを魅了しました。その技術力はいつしか京アニクオリティという言葉まで出来上がるほどに。そんな京アニクオリティを維持していたのが優秀なアニメーターたち。本来アニメは少しずつ異なる静止画を連続させることで動いているように見せます。より自然に動かすためには膨大な枚数の静止画全てに細かく手を入れる必要があるんです。京アニのアニメーターたちはそれらを作る手間と根気、そしてセンスを兼ね備えていたんです。日本人の細やかさがすごく現れてる会社なのかなと私は思った。アニメーターのね、個人個人の凄さもそうなんですけど、特筆すべきはですね、その京都アニメーションっていうね、この会社のね、制度についてなんです。なぜ京アニはそんなにも作品のクオリティを維持できるのか。それは社員の労働環境にあるんです。実はアニメ業界というのは非正規社員で働く人がおよそ8割。そのため駆け出しのアニメーターは雇用が不安定で収入が低く、労働時間も長いという劣悪な労働環境を強いられてしまうんです。そんな中、京アニでは社員の正社員化を進め、労働条件の改善にも積極的、社会保障や社宅といった福利厚生も充実させていったんです。アニメーターがより仕事に集中できる環境を整えていたんです。いい会社。やっぱなんか労働環境って大事ね、これね。いや、マジで大事っすよね。自慢じゃないですけどね、うちの会社も持ち時間があってですね、結構自由に休めるんですよ。もう平日、じゃあ17時に帰りますとか、で日曜出社するんで水曜休みますとか、結構自由にしてるんですけど、社員の皆さんがね、働きやすい会社があると、やっぱいい人が集まってくるっていうのはね、あると思うんですよね。はい。ちょっと自慢。はい。ファンにもね、社員にもね、愛されるね、京都アニメーションなんですが、一体なぜこんな惨劇が起こってしまったのか。まずはね、当日の様子を見ていきたいと思います。白昼堂々の犯行。今から2年ほど前の2019年7月18日、京都市伏見区にある京都アニメーション第一スタジオが今回の事件現場。社員たちは朝からいつものように働いていました。しかし10時31分、不審な男が突然スタジオ内に侵入。いきなり何か叫び始めたと思うと、次の瞬間バケツ2個を使い何やら怪しい液体をまき始めたんです。その液体とはガソリン。そして不審な男の手にはなんとライターが。あまりの突然の出来事に社員たちがあっけに取られていると、男はライターを着火。瞬く間に炎が燃え上がったんです。一人の女性社員は幸いにも一番最初にスタジオから逃げ出すことに成功。近くの店に悲鳴を上げながら駆け込みます。知らない人から灯油のような液体をかけられた。助けて。彼女はすぐに逃げ出すことができたんですが、その時点で彼女は全身に火傷を負っていたんです。炎の勢いはそれほど凄まじいものでした。いつも通りさ、働いてただけなのに突然放火されるってどうしようもないじゃないこれ。逃げれないですよね、
人入れられて、1階の玄関にいた女性はね、1階だったんですぐ逃げられたんですけど、事件現場の第一スタジオっていうのは3階建てで、事件がね発生したねその瞬間ね、まだねその3階建てのね社屋にねいっぱい社員の人たちが残ってたんで、逃げれなかった人も大勢いてね、現場はね地獄と化してしまったんです。炎は瞬く間に建物を飲み込み、3階建ての建屋全体に高温の煙が充満。上の階にいる社員たちもこれはただごとではないと避難しようとします。しかし火が放たれた1階はすでに火の海、階段からは逃げられません。そのため全員屋上や窓の外へ逃げ出そうとしたんです。窓の外といっても全ての箇所にベランダがあったわけではないので、窓を割ってそこから飛び降りる社員も数多くいました。いくら火事ですごい追い込まれてるからって言って窓割って外を飛び出すってさ、なかなか勇気いるわね。怖いっすよね、本当にその立場だったとしてさ、とにかくねそうせざるを得ない状況だったんですけど、その中でね実際にね最上階の3階にいて、そして助かったというね A さんの証言をねご紹介したいと思います。 A さんは3階で作業をしていた際に被災。他の社員と一緒に階段から屋上に避難しようとしたものの、少し遅れてしまったために煙で呼吸ができずに断念します。 A さんは呼吸を整えるために新鮮な空気を吸おうと窓に駆け寄り身を乗り出します。すると外壁に出っ張りがあるのを発見。足が半分かかるくらいの幅しかなかったんですが、とにかく脱出したい一心で窓から出てそこに足を乗せ外壁にへばりつきました。そして近くにいた人々の誘導に従い壁沿いを移動。10メートル進んだところにあった雨どいを伝って下へ降りて、そこにいた救助隊員によって救助されました。外壁からこの時落ちてたらさ、もう3階って言ってももしかしたら死ぬ可能性もあるからすごい助かってよかったね、本当にね。いや本当っすね、このようにね脱出できた方もいたんですがね、もちろんね犠牲になった方も数多くいたんです。そして犠牲者になったのは社員だけではないんです。被災の被害者となったもう一人の人物、それは何を隠そう火を放った男自身。ガソリンを撒き散らした際に自分のズボンにもガソリンが付着。火をつけた瞬間に自分にも引火していたんです。男は現場からすぐさま逃走したんですが、現場から100メートルほど離れた路上で追いかけてきた社員2人により取り押さえられ、警察官に身柄を拘束されます。その際にはまだズボンの火がついており、近隣住民が散水ホースで消したといいます。最終的に男の放火により当時第一スタジオにいた社員70人のうち36人が死亡、33人が負傷を負い、無事だったのはたった1人だけだったんです。この死者36名というのはですね、平成以降に起こった火災事件の中ではね最悪の記録になるんです。パッと聞いた感じ36名ってさ、普通にみんな起きてて、会社の中にいてそんなに犠牲者出るのって私をパッと聞いて思っちゃったよ、やっぱり。ではこの事件ね実際に消火に当たったね消防士の目線で見ていきたいと思います。火災が発生した2分後の10時33分、すぐさま市民が119番通報を行い、その2分後には最初の救急隊が到着。すでにスタジオ内から逃げてきた負傷者がいることを確認し手当てを開始したんですが、負傷者多数のため応援を要請。火災から12分後には放水を開始したんですが消火は難航します。そして24分後にようやく建屋内部の救助を開始できました。この時点でまだ建屋の中には34人もの社員が残っていたんですが、猛烈な暑さで屋内での捜索は約10分間が限界。消防隊員は交代しながら1階から2階3階の順で捜索の範囲を広げていったんです。そして別部隊が屋上に上がり、屋上の扉を開けて救助を開始したのが13時45分。3階から屋上へと上がる階段には逃げ遅れた20人が折り重なるように倒れていました。その方たちはすでに息を引き取っていたんです。彼らは屋上に避難しようとしたところで煙を吸って意識を失い、そのまま亡くなったと考えられます。先ほど紹介した A さんなんですが、遅れることなくね屋上にね他の方と同様避難していたらね、犠牲となったね20人の方とね一緒の結末だったんじゃないかと思います。まさに一瞬の判断が生死を分けたんです。火災発生から5時間ほど経過した15時19分、ようやく燃焼拡大の危険がない鎮圧状態に。完全に鎮火したのはなんと翌日の朝6時20分。最終的に消防車や救急車、ヘリコプターなど延べ111台、消防隊員398人が動員されました。しかしなぜこれほどまでに大きな火災になってしまったのか。もちろんガソリンでの火災というのも大きいんですが、第一スタジオにあったある設備も原因でした。それは螺旋階段。スタジオの中央には1階から3階までが吹き抜けになった螺旋階段がありました。犯人が1階で放った火による高温の煙がこの螺旋階段を伝い、一気に3階まで上昇したんです。後のシミュレーションによると、火災発生から建物全体が煙で満たされ、可燃物に火がつくまでにかかった時間はなんとわずか30秒。30秒、そんな本当に一瞬で判断しないとどうしようもないじゃないそれ。もしかして欠陥がある建物だったのでは。この動画を見ているメトラーの皆さんもそう思ったりしませんでしたか。しかしそんなことはありませんでした。京アニは以前から防災にも熱心に取り組んでいて、第一スタジオは2015年に消防署から表彰を受けています。実際消防法上設置が義務付けられているものもしっかり設置していたんです。しかしこの螺旋階段、そしてアニメ制作会社という場所から机や書類が過密状態だったことも火災が広がった原因とされています。
こうは言ってもそもそも突然放火された時点で、もう被害者は出る可能性はあったわよね。なぜねこの男がね、京アニに放火するに至ったのか。そこよ。実はですねこの理由っていうのは犯人によって明かされてるんですけど、その理由をねこう聞いたところでね、およそ僕らではねこう理解しがたいね、そこまでするかそれでっていうぐらいのね理由だったんです。犯行動機。実は事件が発生する前に京アニにクレームの電話が来ていました。その内容は、お前たち俺の小説をパクっただろというもの。その電話をしてきた男こそがこの放火事件の犯人、青葉真司だったんです。青葉は取り押さえられていた時にも、俺の作品をパクりやがったんだ、社長を呼べ、社長に話があると叫んでいたんです。そして、ここで倒れているわけにはいかない、これから宇治の本社に行かないといけないんだとも叫んでいたといい、万が一ここで捕まっていなければ宇治市にある本社も危なかったのかもしれないんです。小説パクったって、それ本当なら京アニが問題じゃない？実はですねこれに関してはね、後々の調べでねその真偽のほどが判明しているんです。京アニが青葉の小説をパクったのかという問題なんですが、そのような事実は一切ありませんでした。確かに青葉は京アニが主催する京都アニメーション大賞に小説を応募していました。しかしその小説は一次選考で落ちており、小説に似た京アニ作品もなかったといいます。これはどういうことか。ズバリこのパクられたというのは彼の被害妄想でしかなかったんです。被害妄想、納得いかない動機よこれは。実はですね、その被害妄想っていうのはですね、我々にはちょっとまだわからないところもあるんですけど、実はね彼がねこう持っていたね持病がね影響しているのではないかと推察されてるんです。そしてその持病の名前はですね、統合失調症という、病気なんです。メトラの皆さんも妄想ぐらいはすると思います。しかし統合失調症の場合、それは程度が異なり、感覚、思考、行動が病気のために歪んでいることを自分で認識しにくくなる。つまり現実と妄想の区別がつかなくなってしまうんです。統合失調症の患者の妄想にはある特徴があります。それは他人が自分に対して悪い働きかけをすると被害妄想を抱いてしまうこと。例えば街ですれ違う人に紛れている敵が自分を襲おうとしている、自分の考えが世界中に知れ渡っているなどの妄想なんです。これは本人が劣等感を抱いていることの裏返しとも言われています。そしてこの妄想を現実のものと捉えてしまうんです。今でもね統合失調症になる原因っていうのはね解明されていないんですよ、あんまり詳しくは。今回事件を起こしたね青葉の場合は、彼がね大人になるまでのいろんな環境がね影響したって言われてるんですよね。ここからはね青葉が一体どのような人生を送り、あのような凶悪事件を起こしてしまったのか見ていきたいと思います。犯人の人生。青葉は1978年生まれの埼玉県の出身。父子家庭の4人家族でつつましく生活していたんですが、青葉が21歳の時悲劇が起きます。当時個人タクシーの運転手をしていた父親が業務中に死亡事故を起こしてしまい、それがきっかけで失業。その後1999年12月に父親が病死しました。父親が子供たちに残したものは過去の死亡事故で背負った多額の賠償金でした。子供たちだけではその賠償金が払いきれず、アパート代も払いきれない状況に。そして兄弟3人は離散することになったんです。以降青葉は一人暮らしをしながら派遣社員として働いていました。しかし2008年12月リーマンショックが発生。その結果青葉は派遣切りに遭ってしまうんです。アパートの家賃が払えなくなった青葉は追い詰められ、とうとう悪事に手を染めます。それはコンビニ強盗。現金2万1000円を奪って逃走に成功するんですが、なぜか翌日自ら警察に出頭。なぜ彼が出頭したのか。その理由はオウム真理教の信者も次々逮捕されていて逃げ切れないと思ったから。出頭したのは偉いんだけどさ、オウムと青葉は別に何も関係なくない？この頃ねすでにね、妄想がね、起きてて、おそらく統合失調症の状態にあったんではないかと推測されてますね。青葉は懲役3年6ヶ月となり刑務所へ。そして獄中で小説の執筆を開始。後にこの小説が事件へと結びついてしまうとも知らずに、2016年に出所してアパートで再び一人暮らしを始めるんですが、京アニに対し小説が盗まれたという被害妄想をするように。そして今回の放火事件へと結びついてしまうんです。しかしこの放火事件、実は放火した本人にとって予想外のことが起きました。予想外なことって何？それはですね、周りの人々の優しさだったんです。青葉はこの事件をきっかけに一体何を考え、どのように思ったのか見ていきたいと思います。事件が与えた影響。青葉は逮捕はされたものの全身に火傷を負っており、命の危機にさらされていました。そのため確保された後すぐに病院に搬送。しかし全身の約 90% が火傷を負うほどの重傷だったため、より高度な治療を受けさせる必要があると病院が判断。ドクターヘリで大学病院に転院することに。実はこの時の主治医は長年の経験から強化下で絶命する可能性が高いと予想していました。しかし人工皮膚の培養という最新技術を使ったオペを繰り返し、なんとか解放へ向かったんです。こんなやつのためにも技術の限りを尽くした親
お医者さんにはね頭上がんないわね。実際ね、病院になんでこんなやつを助けるんだってこう電話もねいやそれ来たらしいんですよ。もちろんですがね、医者のね最優先事項っていうのはね、人を助けることなんで、うん善人とか悪人とかね関係ないんですよね、っていうことだと思います。そして事件から約50日経過した9月9日、管を使って発声できる状態まで回復すると、青葉は医者に対し、もう二度と声を出せないと思っていた、世の中には自分に優しくしてくれる人もいるんだと涙ながらに語ったと言います。そして主治医から、私たちは懸命に治療した、君も罪に向き合いなさいと諭されると、人の道に外れることをしてしまった病院のスタッフに感謝していると反省と感謝の言葉を述べたと言います。そして事件から10ヶ月後の2020年5月27日、ある程度回復したと判断され、京都府警察によって改めて逮捕されました。彼はね、皮肉なことにね、うんこんなね凶悪事件を起こした自分でさえもね、人々はね優しく接してくれるんだっていうね、人のね本当の優しさにね触れたんです。人の優しさに触れなかったっていうのもあると思うけどさ、それまで人生であまりいいこととか成功体験なかったっていうのもさ、精神病んじゃった原因だとは、思うんだけど、それでも人を殺しているにはなんないわよ。この事件の影響は多方面へ影響を及ぼしました。まずは各国の反応。事件後、Twitter などの SNS では Pray for 京アニというハッシュタグが誕生。京アニ作品を愛する世界中の人々から様々な言語による追悼や応援の声が寄せられました。追悼の声は一般人に限らず、国連事務総長やカナダ首相といった海外の要人やアップル社の CEO であるティム・クックもコメント。世界に与えた衝撃の大きさがわかります。また、京アニに対する寄付も開始。その額は国内外含めなんと30億円。1企業の火災に対する募金額としては異例の額なんです。そしてこの金額を受け、日本政府も動きます。結果、企業から京アニへの寄付金は災害義援金と同じく地方公共団体に対する寄付金として優遇制度を適用。これにより寄付金の税負担が軽減されました。どれだけ世界中から京都アニメーションが愛されていたのかがよくわかりますよね。もちろんどれだけ追悼の声や寄付金が集まっても36人の尊い命、そして彼らが生み出すはずだった作品は返ってきません。ただそれでも亡くなった多くのクリエイターのためにも、この事件は絶対に風化させてはいけないんです。